どうも、くまです。いやー、毎日本当に夏で暑い日が続いてますよね。夏になるとカジュアルな服装で出かけることが多いです。で、そういったスタイルに似合う靴っていうのはやっぱりスニーカーですよね。で、僕スニーカーの中でもニューバランスがすごく好きで、特別詳しかったりニューバランスフリークっていうわけではないんですけど、本当にニューバランスが大好きです。で、僕ももうニューバランス10年ぐらい履き続けてるんですけど、今ですね、全部で合計5足僕は持ってます。で、ニューバランスばっかり5足も持ってるのかっていうふうに思うかもしれないんですけど、ニューバランス品番によって本当に履き心地だったりデザイン、あと特徴っていうのが大きく異なるんですよね。そういったのを楽しめるっていうのもニューバランスの一つの魅力だと思います。ということで今日は僕が普段使っているニューバランスの紹介をしていきたいと思います。後々僕が使っているシリーズはそれぞれ紹介をしていくんですけど、まず何よりニューバランスのいいところは、本当に履き心地を求める人にはこれ最高のスニーカーだと僕は思ってます。で、他のスニーカーでもデザイン性が優れてるものだったり機能性があるものっていうのはたくさんあると思うんですけど、ニューバランスを1回履くとその履き心地から本当に抜け出せなくなるんですよね。で、僕もニューバランス履く前は初め何がいいかそんなに分からなかったんですね。なんですけど、やっぱり一番スニーカーに求められる歩くっていうことを追求されたこの優秀なプロダクトの数々がスニーカー好きから支持されているのかなっていうふうに今は思います。で、僕はそのニューバランスの沼から抜け出せなくなりました。で、ニューバランス品番がたくさんあるんですけど、外見だったり特徴などネットショップではわからない部分も多いと思うんですね。で、そういった部分を今日僕が持っている5種類に関しては紹介していけたらなというふうに思います。では早速行ってみましょう。はい、ということでですね、1足目のニューバランスですね。こちらです。996ですね。この996の特徴はどこをとってもあの人ニューバランス履いてるっていう風に一瞬で分かるようなデザインですよね。で、996のデザインとしてはこんな感じになってます。安定感があるデザインっていうんですかね。どんな場所でもマッチするような汎用性があるデザインだと僕は思ってます。ちょっとしたアウトドア屋外でもいいと思いますし、街歩きでも、あとは綺麗めなスタイルに合わせるっていう時にでも僕は使えるようなアイテムだと思ってます。996すごい汎用性が高いので、それがやっぱり人気の秘密だと思いますね。ちなみにソールの裏面はちょっとごめんなさい、かなり使ってるんで汚れてるんですけど、こんな感じになってますね。で、996の特徴はこのサイドにあしらわれたニューバランスの N ですね。ロゴの大きさが特徴ですよね。この大きさが目立って可愛いですよね。で、全体的に細身なデザインなのでカジュアルな格好から綺麗めなど幅広く使えるのが特徴ですよね。あとここのソールの部分ですね。ここのソールの部分にはレブライトと呼ばれるソールユニットが搭載されていて、このレブライトがものすごい軽いです。一番底辺のソールのもうこれだいぶ使っててすり減ってるんですけど、で、ここの一番底面のソールの上には白い部分ですね、衝撃吸収性に優れた円キャップで、ここのその上には C キャップと呼ばれるミッドソールが採用されてます。この2つが組み合わせることでとても996はクッション性に優れています。本当に歩くことに適したようなスニーカーです。で、この996は細身なんですけど、細すぎず太すぎずで絶妙なこのラインなんですよね。一番使いやすい形かなと思います。この横のロゴも大きくて目立ちますし、クッション性も十分あってデザイン性もいいので、街で一番多く見かけるのも納得な名品ですよね。本当にこれ長く使いたいです。で、実際に履いてみた感じはこんな感じです。僕の持ってるカラーリングはグレーで色が明るい方なので、夏っぽさを感じさせてくれるようなスタイリングにも合ってくると思います。あとこのグレーっていうのは冬にももちろん使えるぐらい落ち着いたグレーなので、僕はこの996のグレーは季節を問わないと思います。いつでも使えますね。という感じで季節や場所、男女問わず幅広く使える汎用性の高さがこの996の最大の魅力だと思いますね。で、この996よく見てもらうと分かるんですけど、もうこんな感じでかなり使い古してます。今これ7年目ぐらいですね。7年目ぐらいなんですけど、まだまだ履けると僕は思ってます。ボロボロなのでさすがに近隣のスーパーだったり公園、あとはランニング用に僕は使ってます。で、ニューバランスはこういった中の部分などを修繕ですね、リペアしてくれるサービスもあります。リペアの種類もいろいろあるんですけど、価格も1万円ちょっとぐらいからで直せるので、やっぱり自分の気に入ってるデザインだったり履き慣らしたスニーカーだったらちょっとでも修繕して長く使いたいじゃないですか。そういった時にニューバランスのリペアサービスっていうのはいいと思うので、ぜひ自分のお気に入りのスニーカーを長く使いたいっていう方はぜひチェックしてみてください。なんですけど、僕はさすがにこの996はかなり使い古して、もうこの辺りもだいぶすり減ってるので、これはもうこれで履き倒そうと思ってます。やっぱりスニーカーはどう頑張っても消耗品だとは思っているので、次のスニーカーに移行するっていうのも気持ちの切り替えとしていいかなというふうに思ってます。僕この996大好きですね。
本当に使いやすいスニーカーです。ということでニューバランス996の紹介でした。はい、それでは僕の使っているニューバランス2足目です。2足目ははいこちらです。ニューバランス998です。はい、この998なんですけど、いろんなカラーリングが出てるんですけど、僕はグリーンを選んでみました。この後ろも今グリーンでちょっと色がかぶっちゃってる感じなんですけど、僕が選んだグリーンはすごいこの深みのあるグリーンが僕は気に入ってます。深い落ち着いたグリーンでそこまで幼さを感じないんですけど爽やかでもあるっていう、ちょうど今の夏の季節に合ってくれてるニューバランスですね。見ていてすごい気持ちのいいグリーンですよね。デザインはこんな感じになってますね。さっきの996と比べてちょっとハイテク感があるかなっていう感じですね。スポーティーな印象を受けます。996の方がちょっと落ち着いてるかなっていうふうに僕は見えますね。裏面のソール部分はこういった感じになってますね。でこのグリーンのカラーリングの終端には赤で998とナンバリングされています。ここ目立ちますよねという感じのデザインです。先ほども996で紹介したここのニューバランスの N のマークですね。先ほどの996よりは小さくなってます。主張しすぎないデザインになってますよね。洗練された印象を受けます。この998自体がさっきの996よりはちょっとハイテクな感じのイメージを残しつつ、こういったロゴの小ささで主張しないっていうところで、そういったところの外し感がいいですよね。で、デザイン的には細身ですね。デザインは細身なんですけど、そんな見た目とは裏腹にここのソールの部分ですね、クッション性は歩いた際の心地よさが抜群です。でここのヒールの部分にはですね、衝撃吸収材としてここにちょっと文字が映ってると思うんですけど、アブゾーブという素材を搭載してます。でアブゾーブはですね、どういった効果があるかっていうと、着地した時に足が受ける衝撃を吸収してくれると同時に、そのエネルギーをもう一回持ち上げる時、テイクオフの時にしっかりリターンしてくれる反発性ですね。反発性も備えたクッション素材になってます。なので先ほどの996でも搭載していたエンキャップですね、でクッション性、履き心地は良くしつつもなおかつ反発するアブゾーブを備えているので、非常に歩くっていうことに適したナンバーだと思います。なので夏はスニーカーっていうのを履く機会が多いと思います。結構歩く時間も長くなると思うので、そういった時にはこういった少し細めな見た目とは裏腹にクッション性がしっかりあるこの998、すごい助かってますね。いいスニーカーだと思います。夏はこれをメインに履くことが多いです。でこの998は主に夏に僕は履いています。あんまり冬だと合わないのかなっていうカラーリングなので、夏にこういったベージュ系のショートパンツ、アースカラーと合わせて外に出ることが多いですね。やっぱりこういった感じでショートパンツと組み合わせると夏っぽさが一気にグッと出ますよね。夏を爽やかに彩ってくれるような心地いいグリーンの配色になってます。で試しに秋物とも合わせてみたんですけど、結構いい感じでした。シューズが細めなので、あえてワイドなボトムと合わせるとサイジングが感じいいですね。スタンダードなボトムとスポーティーハイテクのミックス感で外したようなバランスが取れます。はい、それでは3つ目の僕が使っているニューバランスはですね、こちらです。はい、ニューバランスのですね、これも有名なシリーズですね、997です。997もデザインは細身な感じになっています。細身なので落ち着いた印象を受けますし、ロゴも996よりは一回り小さい大きさになっています。主張しすぎないようなデザインになってます。で僕はネイビーを使用していて、ここのシューレースはですね、面の紐に僕は自分で変えています。なので僕が持ってるこの997のネイビーに関しては少しだけ落ち着いた印象を与えたい時に履くようにしています。綺麗めなスタイルであったり、ジャケットスタイルなんかに合わせやすいような感じですね。外見を一周ぐるっとさせてみるとこんな感じになっています。このネイビーなんですけど、ちょっと色が淡いようなネイビーで、そこがまた上品な感じを少し出してくれます。落ち着いた配色のネイビーなので、こういった爽やかな夏だけでなく冬も使えそうなカラーリングをしています。裏のソール部分はこういった感じですね。で997の特徴なんですけど、特徴の一つがですね、ここのヒールの部分が一体型になっていることです。先ほど紹介した素材で2層に分かれてますよね。998も同様に2層に分かれてます。ですが997の方はここのヒールが一体型になってます。でそれによって何が違うかっていうと、この997はここの厚みがある分クッション性がものすごく高くなってます。そのため履き心地が良くて疲れにくいっていう特徴があります。ここのかかとの部分のソールがふかふかして柔らかくて厚みがあるので、履いた時に足全体がものすごい包み込まれるような印象を受けます。
先ほど998の構造を紹介した時には、ここが2層構造になってるよっていうふうに紹介しました。そのために受け止めてそのエネルギーをリターンするっていう反発性があるので、歩くっていうことに関しては998の方が気持ちよく弾むように歩けるかもしれないです。ただ997の特徴として、この分厚いソールによってソールがふかふかとしているので、クッション性があるところが嬉しいところですね。着地した時に柔らかく厚みのあるソールで包み込んでくれるような足の感覚を覚えることができます。そういった時にどっちがいいのかっていう話なんですけど、コーツはつけがたいですが、僕は場面によって使い分けてます。今日は歩くぞっていう時は998を使っていたり、軽く出かけたい、ちょっとこのスタイルを見せたいっていう時は997を使っていたりします。そういった使い分けができるっていうところもニューバランスのいいところだと思います。で、997のですね、ネイビーを実際に履いてみるとこういった感じになります。ネイビーのショートパンツに合わせるとこんな感じですね。夏っぽく涼しげな印象になりますよね。ただデザイン自体が落ち着いているので、こういったショートパンツに合わせても子供っぽくやぼったくはならないような印象ですよね。落ち着いた印象を与えることができます。感じいいですよね。落ち着いた印象なので、こういった夏のスタイルや冬の落ち着いたスタイルにも当然合ってきます。幅広く使えるところが便利ですよねっていうところが997のデザインのいいところかなと僕は思っています。はい、そしてですね、4足目の僕が使っているニューバランスです。4足目はこちらです。ニューバランス M1500 です。で、この僕が持ってる1500はですね、この1500シリーズの30周年を祝うアニバーサリーモデルとしてイギリスで生産されている記念モデルですね。で、1500の特徴といえば、僕が一番最初に見て感じたところはですね、今まで紹介してきたこの N のマークがですね、ロゴがすごく小さく、なおかつこれ刺繍になってるんですね。とても感じよく見えるシリーズなんですよね。なおかつ僕のは1500いろんなカラーリングがあるんですけど、グリーンとネイビーっていう落ち着いた配色なので、この刺繍仕様と相まってかなり秋冬に合った落ち着いた印象になる一足だと思います。で、1500の特徴として、靴の中の凸凹、前後高低差っていうのが少ないので、足を運びやすいと思います。とっても履きやすく歩きやすいようになってると思いますね。で、先ほど紹介したこの998は靴の中ですね、中に前と後ろ前後でですね、結構高低差があるんですね。なのでそれは足を運びやすいっていう利点にはなってるかもしれないんですけど、靴の中にそういった高低差があるので、人によっては足が設置した時にちょっと前に持ってかれたり、そういう感じを受けるかもしれないです。ただこっちの1500はここの部分がフラットなので、とっても履きやすく歩きやすい、ストレスがないっていうんですかね、そういった感じになってると思います。で、デザインはこんな感じになっています。ここにメイドインイングランドっていう風にプリントされています。で、刺繍仕様の N マークがあって、でこれスタンダードな形なんですけど、要所要所が他にはないデザインなので独創性がありますよね。先ほど紹介したような歩きやすさもありますし、それでいてこだわりの仕様であったり適度なハイテク要素も詰まっているので、オールラウンドに使えそうですよね。どんなスタイルにもマッチしてくれそうです。実際に履いてみました。こんな感じですね。秋冬っぽいデザインなので、こういった感じで長いパンツに合わせてみました。多分このカラーリングとデザインであれば、どんなパンツを履いても落ち着いた印象に見えると思いますし、逆にパンツがすごいデザイン性があるものでも1500が落ち着いた印象を加えてくれて外しになるんじゃないかなというふうに思います。もうちょっとしたら秋冬が来るので、これからゆっくり履いていきたいなというふうに思っている一足です。少しのハイテク感がありつつスタンダードな形なので幅広く使えそうです。刺繍ロゴなどのさりげないデザイン性を生かしてシューズを主役にするコーディネートも生きてきますよね。で、1500っていうのは996みたいに多くを作られているシリーズではないと思うので、街でもそんなに見かけないですね。なのでこういった特徴のあるカラーリングとか刺繍を生かして他のニューバランスユーザーとの差別化っていうところもできるようなアイテムなんじゃないかなというふうに僕は思ってます。今年の秋冬履くのが楽しみな一足になってます。ニューバランス1500でした。はい、そして最後ですね、僕が持っている5足目のニューバランスです。それがこちらです。これも好きな方多いんではないでしょうか。最新の世代ではないんですけど、ニューバランス990の V4 です。ニューバランス好きの方なら大好きなシリーズだと思います。
この990っていうのが1000点中990点を達成したと称された有名なシリーズです。でまず特徴的なのがこのデザインですよね。今まで紹介してきたニューバランスとはちょっと系統が違うような印象を受けるようなシリーズです。見た目スポーティーでありながらもボリューム感があるようなシリーズですよね。でこういった後ろの部分も特徴的で、夜間のランニングなどで視認性向上のためにこういった感じですね、リフレクター素材があしられてます。こういうハイテク感とちょうど良いベーシックサイズのバランス感がこれ最高ですよね。今まで紹介してきたこの N のマークですよね。細身ではあるんですけど象徴的に大きく目立つように施されています。でこういったところのヒールのリフレクター素材であったりサイドの N のロゴですねが大きくあしらわれていることによって、どこを見ても360度を見ても視認性が確保されるようなモデルになってます。そしてもう一つ特徴的なところはですね、この990といえばなんといってもここのですね終端の部分ですよね。今まで紹介してきたシリーズであればここの終端に直接ニューバランスというふうにロゴが明記されていたんですけど、 990V4 というふうにあしらわれたレザーパッチが施されています。こういったところが特徴的でもあり、1000点中990点を達成したっていうふうに言われるような完成度の高さを誇るようなデザインになってますよね。こうほんとめちゃくちゃかっこいいなと思って僕購入時に一目惚れしました。で全体なデザインとしてはこういった感じです。今まで紹介してきたのはほとんど細身のモデルだったんですけど、この990はどちらかというと今までのよりはちょっと太みがあるような感じかもしれません。ここ 3,4 年で流行ったいわゆるダットシューズというのに近いようなデザインになっていると思います。ただそのアッパーのシルエットも多くの人の足に合うように、全長とウィズのバランスを考慮して設計されているみたいです。本当に考え抜かれて作られているようなデザインですよね。でこれだけ大きく見えるのでちょっと重いのかなと思いつつ全然重くないです。むしろ軽いですね。軽さがあって安定感があるっていうのを両立しているのがこの 990V4 の特徴だと僕は思います。で裏のソールはこんな感じになっていますね。でこのソールの部分が耐摩耗性に優れた N デュランスという素材をこのかかと部に搭載しているみたいで、この黒い部分が N デュランスというところらしいです。で結果これによってシューズの寿命は向上して、でパターンもこれ今までのにはないような感じでかっこいいですよね。で見るからに高いグリップ力があるような感じで本当に歩いていてもしっかりと受け止めてくれるっていうような感じになっています。本当に歩きやすいです、この 990V4。でここのソールの部分なんですけど、先ほど紹介したリフレクターの他にですね、ソールはミッドソール素材を使用しています。アクティバライトっていう素材らしいんですけど、優れたクッション性と軽量性があるみたいです。なのでこんだけちょっとボリューム感があるような外見をしてても耐久性とクッション性が優れているみたいですね。で僕この 990V4 をですね店頭で初めて履いた時に、ニューバランス初めて履いた時もすごいクッション性があって気持ちいいなって思ったんですけど、この 990V4 はニューバランスある程度履いて慣れた僕でも包まれるような安定感がすごかったのを僕今でも覚えてます。本当に履いた瞬間めちゃくちゃ気持ちいいなっていうふうに思いました。それだけここのクッション性っていうのが優秀なんだなっていうふうに今実感してます。で実際にパンツと合わせてみました。外見はこんな感じですね。で配色からしても僕の持っているグレーはちょっと落ち着いたグレーなので、どちらかというと夏っていうより冬に合うような感じなので秋冬をメインに使ってます。でこういった風にパンツと合わせてます。これワイドパンツとかと合わせても結構面白いような感じになると思います。実際に履いた感じはこんな感じになります。履き心地が抜群な上に主役も外しもこなせて感じよく見せるデザインがすごいと思います。秋冬は990ばかり使ってしまいますね。そんなすごい一足です。で今までいろいろ紹介してきたんですけど、本当にこの 990V4 は一番僕ニューバランスの中で満足してるシリーズです。最高に履き心地がいいです。996を初めて履いた時もニューバランスの良さっていうのを感じたんですけど、この990には驚きました。これ一昨年の冬に買ったんですけど、それ以来は本当に大切に履いてます。これからも長く大切にケアして使っていきたいなっていうふうに思わせてくれるようなシリーズです。ということで 990V4 の紹介でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。僕が普段履いているニューバランスの紹介でした。ニューバランスは本当に履き心地を求める人には最高のスニーカーだと僕思ってます。やっぱり一度ニューバランスを履くとその履き心地から抜け出せなくなるんですよね。他のスニーカー履きたいなっていう時もあるんですけど、やっぱりすぐにニューバランスに戻ってきてしまいます。で靴っていうのはもちろん毎日履くものなので、本当に履き心地っていうのが僕一番に重視してます。
そういったところに満足している人が多いからこそ、ニューバランスっていうのは長く愛されてるんじゃないかなっていうふうに思いました。ニューバランスは長く履けると思いますし、愛着が湧くと思います。これからもニューバランスを履いて本当にいろんな場所に出かけたいと思います。ぜひ皆さんもニューバランス今一足でもお持ちであれば本当に大切に履いてあげてください。でまだニューバランス持ってないよっていう方がいたら、今日紹介した中でもいいですし、自身で気に入ったデザインや履き心地を選んでもらって長く使ってあげてください。本当にいいプロダクトだと思います。で今日紹介したシリーズ以外にも皆さんが知っているおすすめのシリーズがあればぜひ教えてもらいたいと思ってます。僕もまだまだ履いたことのないシリーズが多いので、そういったところも教えてもらえると嬉しいです。ぜひお願いします。あとは今日の動画が面白かったよっていうふうに思ってくれる方はぜひチャンネル登録もお願いします。最近いろんなものを紹介してチャンネル登録してくださっている方がすごい増えているのでめちゃくちゃ嬉しいです。これからもよろしくお願いします。それでは今日のクマログはここまでです。また次回のクマログでお会いしましょう。バイバイ。